皆さんこんばんは、うのうと言います。ゾナウの4つの迷路が示すのは、ゾナウのルーツでした。この動画は、ブレスオブザワイルドや薬剤の目視録のネタバレを含みますので、未プレイの方はお気をつけください。今回は前半こそネタ要素が多いものの、後半はゼルダゲームが好きな方なら、必ず楽しめると自信を持って言える内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。まずこんな感じで進めていきますという例を一つお話しします。マップ考察あれこれ。以前からずっと気になっていることで結局やれてなかったことがありまして、各地に点在するゾナウの柱を全部マップ上で線で結んだら何かが浮かび上がるかもというのをやりたいんですよね。ただ数がたくさんあるだけなら全然いいんですけど、これで本当に全部なのかなみたいな不安が拭えなくて未だに完成していないんです。もしゾナウの柱を全部探した方がいらっしゃいましたら、どんなものが浮かんできたか情報をくださると助かります。というのは置いといて、代わりに今回僕がやってみたのは、判明しているゾナウの迷路を線でつなぐというもので、つなぐものとしては祠でやってみました。その結果をお話しします。こんな感じで進めていきます。このチャンネルではブレスオブザワイルド続編や薬剤の目視録の情報を求めていらっしゃる方がワクワクできる動画を投稿していってます。それでは行きましょう。ゼルダの伝説4つの迷路。先ほどの迷路の話の続きです。ブレスオブザワイルド本編では4という数字がよく出てきましたよね。4英傑、4真珠、4体のカースガノン、始まりの大地で手に入れられる4つの能力。迷路系のゾナウ遺跡は南ローメイ城跡、北ローメイ城跡、ローメイ島の3つ登場しますが、それは蛮族装備3つを置くためなんでしょうかね。わからないですけど、迷路が3つなのはゲーム開発上の都合があると思っています。僕はローメイ遺跡が本当は4つ存在すると勝手に考えていて、その4つ目が勇気の泉の遺跡だと思っています。根拠としては結構薄味なんですが、巨大な竜のアギトの前が迷路のように見えるからです。すみません。ゾナウ遺跡の多くはおそらく何千年と経ってるせいか地面に埋もれています。なので今がこんな感じになってるだけで本当は広い迷路なのかなと。結構本格的にあれこれ調べてみたので、ここからはその経過を見ていただきましょう。4つの迷路が示すもの。始まりの大地でのローム王に時の神殿に来るよう呼ばれた時のように4箇所の祠を線で結んだら、その座標は草笛の丘の東のサンサロあたりになりました。早速行ってみました。一見何にもなさそうで、外れかーと近づいてみたら妙な石が置いてあったんです。皆さんには何に見えましたか？真ん中に大きな目玉のような石、横に固まってくっついている3つのまつげのような中くらいの大きさの石。僕はこれはシーカーシンボルだと思いました。でも涙の部分がないなぁとカメラを動かしたらありました。小さい石が横に置いてあったんです。ゾナウ遺跡の中にある祠の存在で、ゾナウとシーカー族は協力関係にあったんだと予想していましたが、これは開発側がそれをよりアピールしたものだったんでしょうか。もしくはゾナウとシーカー族というゲームの中の存在からのアピールなんでしょうか。気になりましたが調査を続行しました。もしやこれを持ち上げて本来の目の位置に置いたらと思って近づいたんですけど、持ち上げるのコマンドが出てきませんでした。あれこれ考えたところで、石はただの石のままなので、ここからどういうムーブを取ろうと少し考えて、じゃあ歩いてみようと二通りの道をとりあえず出してみました。まず一つは大きな石、つまり目玉から小さい離れた石、つまり涙の方へ歩いていく道。もう一つは目玉の石から本来の涙の位置の方向へ歩いていく道。早速行ってみましょう。ルート1。もしかして微妙にずれてしまってまっすぐに走れていないかもしれませんが、たどり着いたのは双子山でした。一応やれることはやっておこうと目玉の位置まで戻って、その方向のできるだけ遠くまでピンが打てるように工夫してやってみました。その後打った遠くのピンからさらに奥へとピンを打ってみました。先ほど打った赤ピンと青ピンをつなぐ感じですね。特に大きな建物や物体はマップ上では見当たらないんですが、フィローネの森やウオトリー村の方面へと道が伸びましたね。ルート1は一旦ここまでにしてルート2行きましょうか。ルート2。
今度は何があるかなと前を見たら一本の木がありました。近づいたら馬が飛ぶ柵があって、右を向くとまた別の柵。こっちにもルートが続いているんでしょうか。今回はやめておいてできるだけ直線に近い方を選びました。木にリンゴが1個だけなっていたので、木からリンゴの方向へとピンを当てると、真珠バルッタにぶつかりましたね。かかりこ村の方面へと伸びているようにも見えました。それ以外は特になさそうでしたので、ここで一旦中断しました。木の横の柵が気になっていますが、また今度調べてみます。これでルート2つを調べたところなんですが、実は今回の調査はここで終わりませんでした。このシーカーシンボルストーン、縮めてシーカーストーンの付近にいると、やたらイーガダン幹部が襲ってきたんですよね。何かを守ってるかのように、まあ深読みかもしれませんが、とにかく何度も襲われたので、この石たちをシーカーシンボルではなくて、イーガダンのマークと解釈して、3つ目のルートを出してみました。イーガダンのシンボルは皆さんご存知の通りシーカーシンボルを逆さにしたものですよね。なので本来の涙の位置とは逆の方向を調べてみました。行きましょうか。ルート3。まっすぐ前方を見たら荒野の塔あたりを指していました。7人の英雄像がある東ゲルド遺跡も関係ありますかね。でもやっぱりシーカー族ゲルドっていうとイーガダンが思い浮かびますよね。アジトがある方向です。という感じでした。とりあえずの結論。今回の件は今後も調査を続けていきますが、今のところの僕の結論は、ゾナウがそのルーツを示しているんだと思いました。各ルートは、カカリコ村方面、ゲルド地方の方面、ピローネの森やウオトリー村方面と伸びているように解釈することもできて、ハイラル王国からの圧政を受けたシーカー族が、その後にカカリコ村のシーカー族、ゲルド地方にアジトを構えるイーガダン、ピローネを拠点としたと言われる謎の民族ゾナウになったことを示しているように感じました。皆さんはどのように感じましたか？何を意味していると思いますか？同じことを試して違う結果が出た方、別のルートを導き出せた方、差し支えなければコメントで教えてください。進展があったらまた動画を作りたいと思います。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。